皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回も、10分切れ負けで読み上げ音声を村井由紀女流三段に今回は、設定してあります。あなたが後手です。はい、私後手番ですね。今回ね、相手の方1級の3ゲーム飛車が得意戦法の方ですね。はい、私8四歩で、居飛車を目指します。で、相手の方7八飛車で、3ゲーム飛車対居飛車という状況ですね。はい、これはね、スタートとしてはオーソドックスな3ゲーム飛車対居飛車のスタートです。石田流と言われるね形ではなくてね、3ゲーム飛車のね形だったんですけど、1六歩ちょっと早いですね。これはもしかしたら、何かね速攻を狙ってるかもしれないですね。王様こってますか。これで1五歩ですとね、藤井システムとかはねこうやって早くね端の位取ることあるんですけど、3ゲーム飛車でねやってやられるのは珍しいですね。これで私の方はまだこうね端の位取られたんで穴熊も含みなんですけれども、相手の方がこれもしね王様をあまり囲わずにね、どんどん例えば3八銀から3六3七桂とか組んできた場合には、要するに3ゲーム飛車の形の藤井システムをね警戒した方がいいですね。で6二玉ですか。今回じゃあちょっと急戦でいってみますかね。これ穴熊に囲いに行く手もあるんですけどね、ちょっと早く攻めようということで急戦を選んでみます。そうですね、これで6四歩とついて、このね角を交換すれば飛車がさばけていくのでね、振り飛車を攻略するときはね、この動画でも再三再四言ってるんですけれども、このね角を振り飛車の角をね角交換することで飛車をこうね飛車先を破っていくっていうのが一つの攻略の形ですね。はい。でこの角の交換をね狙う指し方で今回ね6四歩から今やってますかね、ついてねこれ6五歩で4五歩でね、そうです6五歩ですね。で交換になれば飛車がさばけるよということですね。で今飛車を寄ったのはこれ振り飛車党のね常套手段で、同歩と取ってしまうとね、角交換からね飛車先破られちゃうんでね、取り込ませて同銀でね飛車を寄ってこう反発しようってことですね。で私の方は桂馬を使っていきます。これで私の方はね俗に言う4五歩早仕掛け、この場合後手番なんで6五歩なんですけれども早仕掛けの形で、今回のポイントは、相手の方がねこう端の位を早く取ってるんで美濃囲いがね完成してないんですね。で私の方はこう急戦の形なんですけれども、この例えば端の2手が1六1五歩がね2八玉3八銀となっているとね、すごい非常によくある定石形なんですけれども、端の2手をついたことによってね美濃囲いがまだ完成していないと。ただしもちろんこの端の2手っていうのはねいずれ王様が脱出する時に大きいので、どちらがね得をしてるかっていうのは難しいところですね。で今5六歩は王様を寄ってしまうとねその瞬間この4九の金がね浮いてしまうので、王様を寄らずにね待機した手ですね。難しいところですねこれはね。どうしようかな。金を4二銀と上がって、させてもらいます。5三銀とね上がる手もあるし、どっちがいいか。すぐ4四歩から攻めていく手もありますね。いや難しいですねこれはね。難しいです。4四歩同銀2四歩8六すいません、6六歩同銀8六歩同歩6五歩とね打っていけば激しくなります。最後ねその時にこうずっと進んでった先にね、かなり先までね変化があるんで難しいところです。銀が上がりますけど一回ね、これは2八玉と寄ればその瞬間にね攻めようってことですね。玉とこの金の形がそうですね、この瞬間に取ってね、もちろん5三銀って上がる手もあるんですけれども、5三銀左手上がる手もあるんですけども、この瞬間に攻めていくことですね。これ同角か同歩か難しいですね。同角の可能性もありますね。同歩だと4五歩と6五歩と打ってね、この瞬間王様寄ってるんでね銀が上がれてないからこの金がね浮いてると。同角でしたね。同歩ですとやはり、今言ったような変化の時にね少しこう離れてるのが怖いと見たんでしょうね。これ角で取るとね少し穏やかな感じになるんですね。同銀で取るとね最後香車で銀を引いて、これで一応食い止めた形なんですが、この角と銀がねあまりいい形じゃないので、それを今度私の方がね狙っていくという感じですね。はい。これで銀上がる猶予がね先手にもできたので、先手のね方振り飛車側としてもね、ちょっとこの角と銀の形がちょっといびつなんですが、美濃囲いができてかつこう端の位が取れてるんでね、その2つの長所があるのでいい勝負でしょうね。そうですね、これで銀私に上がってね。
これもこの端の位大きいですからね、なんだかんだ言って、まあもちろん自分の王様のね逃げ道が広いっていうのと、まあそれ当然ながらそうするとこちらのね居飛車の王様が狭いっていうね、こう振り飛車の将棋っていうのは王様がこう同じ側にね寄ってるんで、そういうことになってくるんでね、はい、大きいところです。あと端攻めをね逆にされるという心配もな、まあかなり軽減されますしね。ちょっと今6七金から8八金が変わった駒組みですね。これは強引にね角を引いてさばこうってことですかね。ちょっとまあやや若干強引な感じはありますけどね。どうするのがいいかな。金を立って厚く構えますか。これは7七桂と飛ぶか7七角と引くか、まあこの空間を開けてね、まあ金が上がることで6六歩と突かれないようにしたってことですね。まあこう6七金と上がったことで、まあ、こちら側のねまあ居飛車からの圧力をこうなんですかね、6筋の圧力を軽減したんですけど、その分王様がね片身の囲いという、少し薄い形になったんで、あとまあこの8八の銀もねあまりいい形とは言えないですね。王様から遠いとこなんでね。ただまあ振り飛車側もね歩を2枚持っていて、まあ再三再四になりますけど、この8の位が大きいので難しいとこですね。まあ端の私も一回ついておきますが、これはねどこかでこう端がね9五角と出てくるような手があるんで、一回その手を消した手ですね。まあこの銀が動いた時にねいつでもこう9五角と出て、まあなんていうんですかね、揺さぶりをかけるような手があるので、さあこの辺りから難しいんですよね。まあこの歩をついていくのが一番激しい手なんですけど、まあいきますか5五歩ね。まあただ金がね備えてるところなのでちょっと私の方もね簡単ではないですね。ただこの8八の銀がね中央で戦いになれば8八の銀がこう取り残された感じになるんで、まあその部分がね私の方としてはまあ狙い目ですね。まあ逆に言うと振り飛車側はねこう戦いながらこの8八の銀がうまくこう戦線にね使えるような感じにするのがね、まあ一つ、まあ、戦い方のコツなんですけどね。まあそういう展開になれば振り飛車が優勢ですね。もうこの8八の銀がここでまあずっと使えないとか、あるいはまあ場合によってどっかで角でねこうダイレクトで取られるような感じになればね、もちろん居飛車が優勢になります。まあこう非常に銀銀とね桂、この辺後桂でね角もいて後桂なんですけど、このね8六の角がまあこうねこの銀がいなくなるとこう自陣にね、まあ振り飛車側から見れば敵陣ですよね。でこう睨んでくるので、その辺りも気をつけないといけないところです。まあ、調子いいように見えてもやはりこう薄いね囲いなんですよね、船囲いっていうのは。ですのでまあバンバンね威勢よくいったらこう最後カウンターでね仕留められてしまうということが将棋にあるのでね、気をつけたいところですね。まあこれ同歩同銀と、同角ですとね5六金とね角を目標出てくるので、金寄りですか、ちょっと難しい手ですね。これは歩を打ちたくなりますね。歩を打たせてってことですかね。歩を打たせて金、まあこれを歩打ちたくなりますね。これは歩打ちますかね。まあそうですね、これで金を打って、高見のということなんですけど、まあ、この歩を伸ばすのが味が良くて、次に桂馬を止めるとすごくいい形なので得意式ですか。これでも桂馬を止めるんで、これはうまくいきましたね。ちょっとさすがにこれ6六角と取れないですからね、銀がいるんで、これはちょっと厳しい感じになりますね。だからちょっとこの辺誤算がありましたかね。これはねまあこちらの作戦がね成功しまして、この8八の銀が、これ全く働いてないんでね、ですか、まあ、これは同銀直に普通に取っておいて非常に手厚いですよね。こういう展開になるとねこの歩も破れるんで、これははっきりしましたね、一気にね。まあこれでも抑え込むか、まあ食い破ってね、まあ振り飛車側がこうこういうようになりました。この調子で頑張りましょう。はい、いかがだったでしょうか。まあ、戦型がですね、私後手番で三間飛車に対して、急戦を、仕掛けていく将棋になりました。ルモ囲いとか、まあ、新しい形の急戦もあるんですけど、今回私がね、指した急戦は比較的旧式というかね、昭和の時代からね、あるような急戦策を取っていきました。まあ、詳しいね、解説は解説編の方でやりたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もね、お楽しみにしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。